今回はロッドを2ピース化するお話です。このロッドですが、ベイトフィネス用に作られたもので、自重は 100g を下回ります。そして全てのガイドがダブルフットで、一部はチタンフレームになっている贅沢仕様です。問題は真ん中で折れています。インロー芯を入れてそのままつなげてもいいのですが、補修箇所がわかるのが嫌なのと、個人的には持ち運びが楽な2ピースが好きなので2ピース化します。とりあえず状態の確認です。綺麗に折れているとは言い難いですが、折れている部分から 10mm 落とせばダメージある箇所はなくなりそうです。カットする位置にマスキングテープを貼ります。グラインダーを低速で回して切断しています。可変できないグラインダーがなければ目立てやすりで切った方が安全です。バット側は逆テーパーになっているので、入り口をヤスリで少し削ります。削ったら内径を測定し、若干大きめのインロー芯を用意します。インロー芯は中空のものを選びました。インロー芯がバット側から出る長さを計算するために外径を測定します。一般的にロッド外径 ×7 から10で、ソルト用の太いものなら7、トラウトのように細いロッドは10と言われるので、バス釣りに使う私は間を取って 8.5 にします。今回折れている箇所の外径が約 6mm でしたので、8.5 をかけると 51mm になります。51mm の場所にはマーキングのためにマスキングをします。少し余裕を見て 55mm へマーキングしました。何度も挿入を繰り返しますので、口割れ防止のためにカットした部分にきつくテープを巻いておきます。少しずつ外径を細くしていきます。何度も入れては削る作業を繰り返します。ティップ側はテーパーになっていることと抜き差しする側なので、絶妙な寸法を要求され神経を使います。入らないときは一度奥まで入れて回転させると分かりやすいです。艶が出たところが接触しているため、ここを削ります。最終的に全ての面がきれいに接触するのを狙います。次部分は経年の摩耗を考慮して 10mm 程度を残す必要があります。この 10mm を狙うと、先ほど計算した 51mm から 10mm が引かれて 41mm になるまでティップ側へ挿入することになります。マーキングした場所は 55mm となりますので、41mm を引いた 16mm になるまであと 2mm です。ここからは目の細かいヤスリに変えます。とりあえず入りました。綺麗なテーパーになっているか、今一度内部で摩擦をかけて全体的に接触しているか確認します。まだ部分的な接触となっていますので、艶のある部分を重点的に削って綺麗に整えていきます。いい感じです。バット側の挿入する長さは私の場合、一番強度がありそうなガイドの足が乗っかっている部分まで挿入することにしました。長さは 40mm です。
つなげた時に残る 10mm と挿入部の 40mm を足して 50mm の位置に印をつけます。ここを切断します。そのままではもちろん入りませんので、こちらも外形を削ります。バット側は接着してしまいますので、それほど大変ではありません。ただ、ガタがあると印籠芯が傾いたりしますので、適当にもできません。本当はティップ側が少々短かったので、そちらに印籠芯を接着したかったのですが、相当難しいので諦めました。接着前にはパーツクリーナーで脱脂洗浄します。接着剤は30分硬化型です。5分硬化型は慣れてないと微調整する時間がなくてリスクが高いです。回しながら何度も出しては入れてを繰り返し、まんべんなく接着剤が内部に行き渡るようにします。硬化したら仮組みをしますが、接着剤の硬化は残っている接着剤を触って確認します。硬化前にロッドを触るとずれてしまいます。問題ないですね。スレッドを巻きます。スレッドは黒にします。オリジナルと同様の金と銀を平行巻きしたかったのですが、持ってないのと飾り巻きが得意ではないのでやめときました。余談ですが、このロッドが全部ダブルフットになっている理由は、強度だけではなくて重さを利用してキャストに生かすようです。さらにバット側がチタンで、ティップ側がステンレスなのもそれが理由みたいです。私のレベルでは何言ってるか全然わかりません。わかるのは、ベイトフィネスにダブルフットはいらないのではないかってぐらいです。完成しました。アルデバランを取り付けてみます。強度の方は 500g は全然余裕です。多少つなげた部分のアーチに違和感がありますが、チューブラーにしたからか綺麗に曲がっている方だと思います。実際に投げてみると、確かにベイトフィネスのリールと相性が非常にいいです。今まで所持したロッドでは一番です。ただ、ガイドの重量を生かしたキャストに関してはやっぱり分かりませんでした。